追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第87話、形見の剣と偽りの涙。医療区画は戦場の喧騒から切り離された別世界だった。消毒薬の匂い、布が擦れる音、命が戻ると糸と途切れる心音が同じ空気の中で混ざり合っている。ユーマがテントに入った瞬間、数人の治療兵が慌てて立ち上がり、驚きの視線を向けた。ユーマ様がこのような場所に、彼がわざわざ足を運ぶなんて、そんなざわめきにユーマは一瞬だけ眉を細めた。だが今は気にしている余裕などなかった。重傷の兵がいると聞きました。剣を預かってほしいと案内された奥、管理寝台の上で毛布に包まれた太りの女兵が横たわっていた。顔色は蒼白、腹部には分厚い包帯、血の匂いがまだ消えきっていない。だが彼女は目を開けていた。ユーマと視線が合った瞬間、その瞳がほんのわずかに揺れた。来てくれたんですね。声はかすれている。それでも逃げない意志だけははっきりしていた。無理して離さなくていい。いいえ、今じゃないと。彼女は毛布の端を弱々しく引き寄せた。その下から布に包まれた細長い物体が現れる。これをユーマが受け取ろうとすると、彼女は一瞬だけ手を引いた。急遽ためらい、そして別意、父の形見です。空気がわずかに張り詰めた。前線で戦って倒れました。最後まで剣を離さなかったって包みが生じずれ、歯が覗く、刃こぼれ、黒ずんだ文様、魔族特有のいびつな単装痕。鳩の手による剣とはどこか決定的に違う癖が刻まれている。そして血が染み込んだ部分だけ文様が異様に濃く浮かび上がっていた。まるで生き物の血を吸って目覚めたかのように呪われています。彼女は隠さなかった。魔族の呪いに触れてこうなったって、もう服としては使えないかもしれないって皆捨てろって言います。一度目を伏せる。でも捨てられなくてゆっくりとユーマを見上げた。父が命を懸けて守ったものなんです。でも私が捨てたら父を裏切ることになる気がして、言葉が静かに胸へ沈んでくる。戦利品でもない、素材でもない、思いの形をした剣だった。あなたの進化なら彼女はわずかに息を整えた。この呪いを救えるんじゃないかって。その瞬間、ユーマの中で進化の意味が変わる。強くするための力じゃない、壊すための力でもない、間違ってしまったものを正しい場所に戻す力として今求められているのはそれだった。ユーマは慎重に剣へと手を伸ばした。触れた瞬間、かすかな違和感が走る。ずしりと思い、それは金属の重さというより何かを閉じ込めているような嫌な密度だった。見えない、無意識に鑑定をかけるがすぐに止まる。情報が途中で途切れる。まるで薄い膜を一枚隔てて剣の正体が見えなくなっているかのようだった。風のロイヤー、隠蔽系の術式か、虚説ではない、危険を訴えるはずでもない。ただここから先を見るなと静かに遮られている感覚。戦場の広いものにしては妙に手が込んでる。一瞬疑念がよぎる。だが同時に彼女の言葉が重なった。父の形見、呪われてしまった剣、それでも捨てられないもの。理由は通っている。むしろこういう剣だからこそ封じるための術が施されていても不思議じゃない。ユーマはゆっくりと剣を受け取った。預かります。それは承諾であり同時に責任を引き受けるという意味だった。彼女バルミラの目がわずかに揺れ
む。ありがとうございます。すぐに何かするわけじゃありません。状態を見てどう扱うか決めます。勝手に壊したりはしません。その言葉に彼女の肩から力が抜けた。それだけで十分です。ケンはユーマの腕の中で静かに沈黙している。だが鑑定を拒むその幕の奥で何かが待っている気配だけは確かにあった。その時パルミラの胸の奥で小さな歯車がゆっくりと噛み合った。完璧。通った。表情はただの救われた兵士のままだった。安堵と感謝に揺れる弱い少女のそれ。だが内側では全てが計算通りに進んでいる。ユーマがかかとを返す。剣を抱えた背中を彼女は霞む視界の向こうで見送った。進化は願いを叶える力。唇がほとんど動かないほど小さく歪む。テントの中に静寂が戻る。それは安らぎの静けさではなく嵐の直前にだけ訪れる薄く張り詰めた沈黙。ユーマの腕の中で血に濡れた剣はまだ沈黙している。鑑定も進化も拒む殻の中で完成の瞬間だけを静かに待ちながらユーマは医療テントを出た。焼きが肌を撫で戦場特有の鉄と血と血の匂いが肺に入り込む。どこか落ち着かない。さっきより重い錯覚かもしれない。だが触れている指先にかすかな脈のようなものが伝わってくる。もっと静かで浅く息をするような振動。気のせいか。これまで何百と進化させてきた進化の前触れはもっとはっきりしていたはずだ。魔力の本流、空気のくしみ、世界が一瞬別の位相に吹き込まれる感覚。だがこの剣は違う。あまりに静かであまりに内側に閉じている。歩くたび布越しに剣の絵が手のひらに触れる。そのたび何かがこちらを確かめるようにわずかに応じる。嫌な感じじゃない。それが逆に不気味だった。進化はいつも荒々しかった。雷鳴のように炎のように暴風のように。だがこれはまるで眠っているものが目を開けかけているみたいだ。補給路沿いのカニ通路に入った時ユーマは無意識に剣を抱え直した。その瞬間だった。ピリッ。静電気のような刺激が指先を走る。ほんの一瞬だがはっきりと今のは足が止まる。空気が変わったわけじゃない。音が消えたわけでもない。周囲はいつも通り兵の足音と金属音がしている。それなのに剣だけが世界から一歩前に出た。布の上からでもわかる。魔力がじわりとにじみ出している。まさかユーマは息を殺して絵に触れた。その瞬間世界がほんのわずかに歪んだ。雷鳴もない。明かりも爆発もない。ただ空気が裏返る感覚。ユーマの視界に見慣れたものが浮かびかける。淡い明かりの文字。早すぎる。条件が整っていない。意志も覚悟もまだ定まっていない。待てて。思わず声が漏れた。剣は答えない。だが確実にこちらをつかみ返している。まるで言っているようだった。触れたのはお前だ。ユーマは歯を食いしばる。今は進化させない。そう言い聞かせるように剣を布の奥へと押し戻す。すると明かりの文字は完全に浮かびきる前に無散した。魔力のにじみも潮が吹くように収まっていく。だが完全には消えなかった。剣の奥に進化を待つ状態が確かに生まれてしまった。封じてたんじゃない。誘導してたのか。鑑定を拒む幕。触れただけで反応する構造。段階を踏ませるような作り。誰かが最初から進化に至る
を設計している。その誰かの顔が脳裏に浮かぶ。医療テント、蒼白な顔、震える声、涙の奥でなぜか揺れなかった瞳。まさか喉の奥がほくりとなった彼女か。ぞくりと背筋が冷える。あの女兵、あの場所であの剣を差し出した彼女。胸の奥に嫌な予感が沈殿していく。守られる側だったはずの存在が、もし用意した側だったとしたら、ユーマは腕の中の剣を見下ろした。今はまだただの異様な剣に過ぎない。だが一度でも進化が始まれば、それはもう止められない。進化は触れただけで起こる。必要なのは持ち主の意志と剣に刻む願いだけ。まずいな、この